危険、子供に絶対食べさせてはいけない最悪の食べ物ワースト3をお伝えします。はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、危険、子供に絶対食べさせてはいけない最悪の食べ物ワースト3ということでお伝えしていきたいと思います。はい、今回ですね、特別なゲストをお迎えして動画をお送りしていきたいと思います。では簡単に自己紹介お願いします。健康美容食育士の川森田俊樹と申します。よろしくお願いします。はい、今回ですね、川森田先生に来ていただいたのは、はい、子供に絶対食べさせてはいけない危険な食べ物、はい、3つっていうのがあるということですので、ちょっとそれをお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、川森田先生、早速なんですけども、はい、子供に絶対食べさせてはいけない食べ物ワースト3を順番にお伺いできますでしょうか。はい、そしたらまず第3位になるんですけれども、はい、第3位はですね、ソーセージになります。ソーセージはですね、アレルギーとかの子が多くなったりするっていう、原因になったりするんですけれども、はい、なぜかというと、一つはですね、アレルギーの原因って炎症になるんですね。はい、でその炎症をですね、要はソーセージとか加工肉ですねを食べてしまうと、促進されてしまうっていうのがですね、研究データとかで分かってます。論文の発表とかでも分かってるんですけど、はい、あとはですね、リンとかですねっていうものが多いんですね、ミネラル成分として。でリンっていうのがですね、そのミネラル成分ですね、人間の体ってこうミネラルを潤滑油としてこう働いてるんですけれども、そのミネラルの成分をですね、リンっていうのがですね結合してしまってちょっとバランスを崩してしまうっていうこともあって、要は栄養素を欠損しやすかったりとかして、要は子どもたちがですね、そういう免疫であったりとかっていうところで体を守れなくなってしまうっていうのが、一つの原因になっているというところになります。はい、ちょっと補足としてましては、いわゆる加工肉っていうものは、有名なのは亜硝酸だったりとか、そうですね、そういったものっていうのが発がん性があるっていうふうに言われたりとか、そういったものがあることによって、要は体に単純に悪いものがたまることによって炎症状態になってしまう。でプラスリンがたくさん入ることによって、例えばマグネシウムだったりとかカルシウムだったりとか、要は悪いものを外に出すためのミネラルの吸収も阻害してしまうので、悪いものも入るし悪いものを出しづらくするっていうのが、いわゆる加工肉に入っている、悪いものっていう形になるので、お肉を食べさせるのであればちゃんとしたお肉ですよね。そうですね、はい、っていうものを子供にあげていただく、加工肉、ソーセージとか、ミートボールとか、そういったものは避けた方がいいんではないでしょうかということですね。はい、はい、じゃあ続きまして2つ目を。はい、第2位はですね、砂糖の入った飲料であったりとか、すごくお砂糖が含まれているお菓子であったりとかっていうのは、できるだけやっぱ控えていった方がいいっていうところなんですね。はいはい、でこれっていうのも、炎症、砂糖もですねこれまた炎症になるんですけれども、たくさんやっぱり取ると、炎症が反応が出るっていうことも分かってますし、プラスですね、血糖値の上昇率が高い食べ物っていうのは糖化反応といって、細胞のですね老化反応になるんですけれども、要はそれがですねうまく機能できなくなってしまうというところで、やっぱりアレルギーであったりとか、そういうにつながってくる一つはですね。であとは高血糖になることによって起こるのが、要はですね脳の異常になってくるんですね。なんでちょっとイライラしやすかったりとか集中力がなくなったりする子どもとかっていうのが多くなってきてるというふうにも言われてるんですけれども、それがですねやっぱり血糖値の急上昇が起こると体っていうのは急激に下げようと働くんですよね。で急激に下げちゃうと逆に低血糖状態になって脳に糖が回らなくなるので、それでイライラしたりとか、集中力がなくなってしまったりとかっていうことになってしまうっていうようなことですね。はい、そうですね。砂糖っていうのは結構有名な話であると思うんですけども、お菓子とかジュースですよね。そうですね。そういったものを取ることに血糖値がガッて上がるので、そのシュガーハイって言われる状態になって、そのすごいテンションが上がるんですけども、結局体ってバカじゃないので血糖値をまた下げようとするので、その時にまた下がった時に体がまた上げようとしちゃうので、そこでイライラしてしまったりとか、いわゆる切れやすい子供ですよね。切れやすくなるっていうところが、砂糖。あとは砂糖だけではなくって、ブドウ糖果糖液糖っていうところはまたこれも有名な話ではあると思うんですけども、砂糖入ってないけどブドウ糖果糖液糖が入っている場合、これもやっぱり注意して。そうですね、人工甘味料とかも、砂糖よりももっと血糖値をガッて上げていくので、やっぱりジュースとかを見ていただくと砂糖が入ってるだけならまだマシなんですけど、ブドウ糖果糖液糖も入ってるっていうのはもう最悪の飲み物だと思っていただいて、なのでだったら
本当に 100% のフルーツジュースだったりとか。そうですね、フルーツジュースとか果物とかですね。はい。そこで話すとそこはもっと長くなっちゃいますけど、濃縮還元だったりとかそういったそうですね、熱を入れてまた、濃縮させて解凍させたものっていうのはビタミンミネラルも死んでしまったりとかしているので、本当の果物とかですね、そうですね、そこで絞りたてのジュースとかが、一番いいんじゃないでしょうかっていうような形ですね。はい、あとやっぱアレルギーってところで、アトピーだったりとか喘息だったりとか花粉症だったりとかそういったところも引き起こす原因になりますよっていうことですね。はい、続きまして3つ目の1位ですね。これもう第1位、もうこれは声を大にして言いたいんですけれども、マーガリンになります。マーガリンっていうのはね、トランス脂肪酸というふうに言われていて、他にもですね、そのトランス脂肪酸と言われている分類であるものだと、ショートニングとかですね、っていうのがいろいろあったりするんですけれども、そういうものがなぜ悪いかというと、油ってそもそも酸化しやすいものなんですよね。ただマーガリンとかそういうトランス脂肪酸っていうものは油にですね、水素を添加して、要は酸化させないような油にしてるんですね。でそのことによってどうなるかっていうと、よくねプラスチックとかって言われたりするんですけど、消化にものすごく負担がかかるような油になるんですね。マーガリンとかを取るとやっぱ炎症がものすごくですね上がるっていうところが分かっていて、なんでそのマーガリンを取ることによってやっぱアレルギーであったりとかで、特に油って脳って 60% が油でできてるんですよね。なんでよくお魚を食べると頭が良くなるとかってね言ったりして、あれも一概に嘘じゃなくて、頭の脳の油でやっぱり魚の EPA とか DHA とかが入ると頭にね細胞がやっぱ柔軟性が出てきたりとかして、それで記憶力が上がったりとか、逆に集中力がすごく上がったりとかってすることが分かってるんですけど、逆にやっぱりマーガリンみたいな要は質の悪い油を入れてしまうと脳はそれを栄養にしてしまうので、そこに対してやっぱ記憶力の低下が起きたりとか、集中力とかイライラっていうそういうのもつながってくるっていうところで、アレルギーもしかり、脳の問題もしかりっていうところで、これはもう特に第一位っていうような感じです。トランス脂肪酸ですね。いわゆるトランス脂肪酸っていうのはトランス脂肪酸っていうふうに書いてある場合もありますし、ショートニングだったりとか、植物油脂って書いてあったりとか、いろんな抜き穴的な書き方があったりするので、いわゆる傷まないものですね。本来なら絶対に傷むはずなのに、なぜ傷まないのかっていうことを考えていただきたいね。そのためにはプラスチックの油でコーティングされているっていうふうに考えていただくのが一番分かりやすい例えかと思います。そうなると単純に考えて傷まないわけですから消化しづらいわけですよね。消化しづらいっていうことは体の外に出すためのエネルギーを使うわけですから、その分の他の悪いものを出せなくなる。そうすることでアレルギーにつながったりとか、あとは脳の細胞ですよね。そうですね。脳の細胞っていうのはいわゆる魚の油 DHA とか EPA を取ることによって、オメガ3系の油っていうのは柔らかい脳細胞になるので、柔軟性のある働き方、要は脳の発達にすごく役に立つっていうふうに言われてるので、トランス脂肪酸っていうのは硬い油っていう形なので、そういった脳の発達に要は障害を生んでしまう。いわゆるお子さんの学力の低下だったりとか、何かしらの発達の障害だったりとか、あとはやっぱり認知症の、子供だけじゃなくて大人も認知症を引き起こすっていうふうに言われている油でもありますので、なのでできればというか絶対にですねトランス脂肪酸は取らないようにして、その代わりに良質な油ですね、オメガ3をはじめとして、オメガ9系のオリーブ油だったりオリーブオイルだったりとか、そういったものを積極的に取るということがおすすめになります。鴨先生ありがとうございます。こちらこそ。ということで今回は危険、絶対に子供に食べさせてはいけない最悪の食べ物ワースト3ということでお伝えさせていただきました。今回のですね3つの食べ物、ぜひですね、危険性をまずは理解していただいて、お子さんにはですねできるだけやはり与えないようにですね気をつけていただければと思います。またですね今回お話しいただいた鴨田先生はですねご自身の YouTube チャンネルで今回のようなお子さんのための健康のための食事の方法だったりとか、あとは産前産後のお母さんそしてお父さんのためのですね健康的な食事の方法についても発信されています。なので鴨田先生のですね、YouTube チャンネルのリンク下の説明欄に貼り付けさせていただきましたので、ぜひですねご覧になっていただければと思います。ということで鴨田先生、今回貴重なお時間ありがとうございました。この動画が役に立ったという方はぜひですね高評価いただければ励みになりますのでよろしくお願いします。また動画に関するご質問がありましたらコメント欄にてご質問いただければ順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。